こんにちは、ステラです。今回はコアキーパーの初心者の時に知りたかったと思う要素をまとめてみました。コアキーパーって採掘に農業や畜産、釣り、料理、回路を組んだり、敵との戦闘もたくさんの楽しい要素が詰まってて最高にハマれるゲームなのですが、チュートリアルがほぼないので最初は戸惑うことも多いんですよね。今回はそんなコアキーパーで始めたての頃に知ってると便利かもってことをまとめてみました。ネタバレはなるべくしないようにお話ししていきますね。それでは早速始めます。スタート。まず一つ目はキャラクター設定についてです。このジョブというのが選択できるのですが、基本どれを選んでも大丈夫です。何が違うのかというと、最初に持っている持ち物が違うのと、スキルポイントの割り振りが違います。最初に持っている持ち物は、どれも序盤で簡単に入手できるものばかり。スキルポイントも若干の差があるだけですぐにその差は埋まります。遊んでいて取り返しがつかないってことはないので、直感で選んじゃいましょう。見た目や名前の変更も後からできます。あまり悩まなくて大丈夫ですよ。2つ目は攻略の主な流れについて解説します。まず暗すぎるので松明が欲しいということで、素手で木を殴り回収していきます。メニュー欄を開くと木材さえあれば作れるアイテムがありますね。松明、つるはし、作業台、宝箱が割と重要で、シャベルと木の端は必要になってから作ればいいかなと思います。あとはお腹が空いてくるので食べ物も必要です。その辺にあるキノコや作物をそのまま食べても OK ですが、料理もしたい。そんな時なんかに作業台が必要になってくるんですね。作業台があればできることが増え、探索がしやすくなりますよ。そして作業台はアップグレードができます。ただしそれには新しい種類の鉱石が必要となってきます。なので鉱石の採掘をしつつ探索をして、中心部から外へと世界を広げていくのが主な進め方です。そして世界を広げていくと待ち受けているのがボスです。どんどん新しい鉱石を採掘し、作業台をアップグレードし、できることを増やしましょう。これといった依頼や深いストーリーもないですし、地下世界なので昼夜の区別もありません。自分のペースで前進しましょう。さてそれでは3つ目に解説するのは敵について。このコアキーパーの地下世界では様々な生物が存在しています。中には攻撃してくるものも。武器でダメージを与えれば普通に倒せますが、注意したいのは時間経過などで回復してしまう点です。また敵は胞子だらけの土、スライムの地面、苔が固まっているとスポンしやすいです。明るさは関係ありません。この地面や苔を取り除いておくと序盤は比較的安全です。それでも 100% 安全ではないですけどね。逆にモンスタートラップを作る際に敵を沸かせるのに使えたりもしますよ。そして敵は種族が違うと敵対関係になります。攻撃対象になっている家畜動物もいるので注意が必要です。家畜はリポップしないため、同じワールド内で数を減らしたくなければ敵から守ってあげてくださいね。4つ目はクワの使い道。クワって畑を耕すだけじゃないんです。実はこの地面の×印、ここにクワを使うと、こうやってアイテムが入手できます。序盤は見つけたら必ず取っていきたいですね。
それからこの敵がスポーンする地面の回収にも便利です。ちなみにクワをグレードアップしていくと、このようにアイテム有効範囲も変えられます。作物の収穫にも便利ですよ。5つ目は宝箱と作業台の使用ですね。実はこの宝箱、すごく優秀で、リュックの中のアイテムをワンクリックで全部収納できちゃうんです。まず宝箱にアイテムが入った状態、仕分けなんかをした状態にあらかじめしておきます。そしてあとは10マス以内の範囲にいて、指定のボタンを押せば、ほら、勝手にそれぞれの宝箱に収納されていきます。便利すぎますよね。そして収納されたものを自動で並べ替えもできちゃいます。逆にこれは宝箱にしまってほしくないよってものは、この鍵マークを使ってロックしちゃいましょう。そうすればこんな感じで宝箱に入っていても持ったままでいられます。ゴミ箱はここに不要なアイテムをセットして、ゴミ箱マークを押すとアイテムを処分できます。逆に押さなければそのまま持ち運べるので、インベントリを一つ増やせる感覚です。ただ同じアイテムを拾っても自動でそこに追加されるわけではないので、そこだけ少し不便かもしれないです。この×印からもアイテム削除できます。大量削除したいときはこちらですかね。そしてこの宝箱のさらに便利な面として、10マス以内の範囲に作業台があれば、手持ちになくても宝箱に入っている素材でクラフトが可能です。わざわざ取りに行かなくていいのは楽ですね。余談ですが、メニュー欄ってたくさんのタブがあるので、一度見てみるといいですよ。装備枠は3つ。ステータスのチェックもできます。リュックにはポーチがセットでき、インベントリを増やせます。そしてペットには名前を付けたり、スキル割り振りができます。こちらの上のタブにはスキル、それからボス戦後に追加されるタブもあります。6つ目は死んだらどうなるっていうところですね。ハードコアモード以外の方は基本死んでも大丈夫。この一番上の段とポーチに入っているアイテム、そして装備費以外は死んだ場所にロストし、基本的に最初のコアの位置に戻されます。何回でも蘇り可能です。地図を見てみると、ここで死んだと表示されます。で、地図にある死んだ場所を目指していくと、ありました、自分のお墓が。自分のお墓を眺めるってなんだか奇妙ですが、お墓を壊すとロストしたアイテムを取り戻すことができます。これは複数回死んでもお墓が複数個できるだけです。前のお墓でロストしたアイテムは永久にそこであなたを待ち続けます。似たゲームのマインクラフトとかなんかだと、死んだら時間内にその場所に戻らなきゃ、アイテム消失しちゃうって焦ると思うんですけど、そんな心配はご無用です。どんなに時間が経っても、このコアキーパーのワールドでは、アイテムが時間経過でなくなることはまずありえません。ゆっくり身支度を整えてお墓に戻りましょう。7つ目はリスポーン値について。先ほど死んだら基本的に最初のコアの位置に戻らされるって話をしたんですが、ある方法を使うとコア以外の場所で復活することができます。それはベッドで寝ること。最後にベッドで寝た場所がリスポーン値に設定されます。ただし注意点が2つあって、ベッドで寝れるのは敵が近くにいない時のみ。
また、アイテム化されてしまったベッドにはリスポーンできませんのでご注意を。ベッドでリスポーン値を設定するのは、ボス戦なんかで役に立ちますね。ボスと戦う場所から少しだけ離れたところにベッドでリスポーン値を設定しておくと、死んでしまったとしても、またすぐにボスに向かえます。死なずに一度で倒せれば問題ないんですけどね。私みたいに戦闘苦手な人は、このリスポーン設定方法覚えておいて損はないと思います。8つ目にご紹介するのはウェイポイントについて。しばらく地下世界を探索していくと、このような装置を発見することがあるでしょう。これはウェイポイントと呼ばれるもので、ワープができちゃいます。最初のコアの位置にも戻れるし、ウェイポイント同士でも行き来できちゃいます。ちなみにボスと戦う場所などの重要な場所の近くにこのウェイポイントがあることが多いですよ。9つ目は採掘について。コアキーパーでは採掘ダメージというものが非常に重要になってきます。どうやっても自力では採掘できないものには、このオブジェクトは破壊できないなどと表示されます。そして後々採掘できるようになるものには、採掘ダメージが低すぎるなどと表示されます。現状では採掘できなくても、採掘ダメージさえ上げることができれば採掘可能です。ということは、先ほど紹介したウェイポイントは、つまり、採掘ダメージは道具のアップグレードや装備、食べ物、スキルなどで上げることが可能です。そして他には、電動ドリルでないと採掘できない鉱石の塊というものがあります。これはどんなに採掘ダメージがあっても、ドリル以外では採掘できません。ゲームを進めていくと、電動ドリルがクラフトできるようになるので、そこまでやってみましょう。電動ドリルを使うときは、電気も忘れずに。最後は水について。水は1マスしかなくても、スコップで掘ると、掘った分いくらでも広がっていきます。水流や水源はありません。バイオームごとに水の種類や釣れる魚も変わったりします。また、バケツで汲んで持ち運ぶことも可能です。水の種類は汲んだ時の種類のまま持ち運べます。異なるバイオームにスコップで穴を掘って水を流しても基本的に種類は変わりません。ただ、ゲームを進めていくと、そのバイオームでしか釣れない魚というのもいたりするので、水の種類だけコンプリートして釣り堀を作っても全種類の魚は釣れませんのでご注意ください。このあぶくみたいなところに釣り糸を垂らすと必ず魚が釣れます。魚影という感じでしょうか。もし魚以外の装備品などのアイテムを狙いたいときは、魚影以外を狙いましょう。いかがでしたか？以上でコアキーパーを楽しみたい初心者向けの解説でした。他にも便利なショートカットキーもたくさんあったりするので、設定などを見てみるとより快適に楽しめるかと思います。コアキーパーは今日紹介した以上に魅力的な世界が広がっています。この動画でコアキーパー楽しいって方がさらに増えてゲームが盛り上がったら嬉しいです。このチャンネルではこれからもコアキーパーの情報を発信していく予定です。参考になったよって方はグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。これ知りたいやもっとこうした方がいいなどのコメントもお待ちしてます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もどうぞよしなに。